アニョンパくんです。今こちらにですね、チャンミンさんを招いております。チャンミンさんですね、韓国語で大学を卒業して、日本で大学院に来て、そのまま就職したんですけれども、その就職した先で、人生でもう一番と言えるほど大変だったというところで、日本で何がそんなに大変だったのだったりとか、なんでそんなに大変だったのに、未だに日本に住んでるのっていうところで、それを本日聞いていきたいと思います。はい、その大変なところまで至る背景を教えてください。2020年です。ちょうど修士2年生になって、ちょっと就職活動を始めようとしたらコロナが始まって、リーマン時代とちょっと同じぐらい、ちょっと就職が大な時期になって、20社ぐらい応募したんですけど、選考がどっちになくなったり、最終面接からも落ちた会社が約25社ぐらいあって、結局は夏8月までも内定がないところまでになりまして、あんまり望んではない会社には入ったんですけど、配属をちょっと鹿児島というところに配属されることになりました。パルプを作る会社だったんですけど、産業自体はかなり古い産業になってまして、昭和のやり方を続いているところが多かったと思います。まず、設備の方もそうだったんですけど、例えば階段が全部錆びって、3階、5階とかの階段も穴がバンバン開いてあったり、トイレも水が流れない、糞が溜まるような、そういう便所がそのまま使われていたり、文化的にもいろんな大変なところが一応ありまして。体育会の雰囲気があって、上の人の話絶対従わないといけないみたいな。そうですね。それが、もちろん正しい指示で正しく受け入れて仕事をうまく進ませるということならいいんですけど、ただ、従うだけを求める職場は健康ではない雰囲気だったのではないかと思います。その会社で大変だったエピソードがいくつかありそうな気がするんですけども。で、まず一つ目をちょっと軽く。まず自分が怪我したことがあります。でっかいハンマー、1メーター50センチぐらいあるハンマーで、詰まってるところを叩く仕事をしてたんですよ。その時、この手首の方に怪我してたんですね。で、それで病院に行こうとしたら、どこで怪我されたんですかと聞いたら、会社でちょっと仕事中に怪我したんですけどって言ったら、保険適用外なので、会社の方にちょっと報告して、会社の労災保険を使ってくださいっていうふうに、まず自分が全額払って会社から保険適用するという話を言われたんです。それで会社の課長にと言ったら、課長から信じてくれなかったんです。余計なところで怪我してきたくせに、会社で怪我したと言ってるのではないの？だから怪我をしても、実はだからみんなちょっと隠す雰囲気があったんです。例えば、アルコールピットとかに足が落ちちゃって、熱傷とか、薬品熱傷とかされて危ないんですけど、で、そこをされた人も、早めに救急車を呼んで病院に行かないといけないのに、2時間ぐらいそれを隠したこともありまして、なぜかというと、評価が下がるから、上から言われるから、ということで、危ない環境を隠す、昔のちょっと現場の雰囲気が蔓延だったんです。それで労災関係で一回揉めたってことですね。そうです。それは結局どうなりましたか？一応、労災にはなったんですけど、その後から僕を見る目線も悪くなって、ただ怪我をして病院に行って、それを会社で怪我したことで労災にしただけで、みんなからの冷たい目線を会社を辞めるまでずっと耐えていかないといけなかったんですね。もうそれも大変だったです。もう半分透明人間みたいな扱いだったので、それが辛かったと思います。他のところで大変だった部分は何でしたか？田舎での生活です。田舎の雰囲気と東京の雰囲気が違うというのを、その当時の僕は全然知らなかったです。例えば田舎では、スーパーマーケットでポケットで手詰めて、ちょっと買い物ぐらいはしてもいいんじゃない？もしくはちょっと歩きながらスマホのぐらいは見てもいいんじゃないと思ったんですけど、そこではそれがダメだったらしいんです。それは特定の場所の話？特定な場所かなと思うんですけど、僕はちょっと仕事で過ごしてたところでは、それが禁じられた。スーパーマーケットで手詰めてもう買い物しただけで会社の人に呼ばれてもう注意されたり、そういうのは大変だったと思います。その中の市民にもそう同じことを言われたんですか？それはその会社が厳しいのか、市全体としての雰囲気が厳しいのか。会社だけの問題というには難しいのがあるのが、あそこにちゃんとした会社と言えるところが2カ所か3カ所しかなかったんですよ。僕が勤めた会社まで含めて。20代から60代までの人は、その2、3カ所のところにほぼ全員勤めてたので、会社だけの問題ではなく、街の雰囲気がそうだったと思う。ゴミを捨てるのも、日曜の朝に全員集まって捨てないといけないんだとか、みんながやるときには出ないといけないんだとか、田舎あるあるというのを時間が経ってから知るようになったんですけど、東京で生活してきた僕には難しいところが多かったです。ありがとうございます。今までの話だとその労災と街の雰囲気が厳しい。この2つぐらいだった気がするんですけど、他には大変だったエピソードあるんじゃないかなと思う。郷に
入ったら5に従いという話があります。唯一の20代の僕はまず、皆さんに従うしかなかったんですよ。会社で定時より20分早く来たら、それでも遅いよ。3、40分ぐらい早く来ないととかも、もちろん今もそういうのがある会社はあると思うんですけど、全然それでやる気がなかったわけではないんです。ただ、おい、お前さ、新入社員のくせにさ、40分ぐらい前に来て、前の人たちとやりとりしてやるつもりしないとね、仕事やる気ねえんだよ。そういう態度の問題。もう仕方ないと思ってやってたんですけど、さすがに難しいなと思ったところがあって、会社を辞めるところも大変だったです。まず会社を辞めるためには休みを取らないといけなかったんですけど、その3日4日休みを取るのも他の人たちが、お前が休むと、他の人たちがもっとやるからダメというふうに断られて、2、3ヶ月ぐらい辞めるのが遅延された経験まであって、大変なことがあったと思います。まあ日本にもまあ素敵な企業もあれば、ヤバめな企業もあって、まあそこで引っかかっちゃってみたいな。そういうところがあったと思います。僕に対しては大変なところが多かったと思います。ありがとうございます。今も地方に住んでいて、同じくその研究周り、その製造業周りで働かれてると思うんですけれども、その当時の雰囲気と比較するとどういうイメージですか？そこまで前の廃材的な雰囲気はないかと思います。工場でのその安全管理とかそういったものも違うイメージですか？そうですね。場所によって違うかなと思うんですけど、先ほどのところは、ちょっと企業と言えるところは2、3箇所しかなかったということだったんです。で、今のところは、企業は20社、30社くらい集まっている工業団地になります。なので、ちょっと安全管理も、他の工場とも、例えばヒヤリハトとか災害情報が共有されていくので、もちろんそういう管理に対しても、前のところよりはちょっと厳しく管理されているところが多いんじゃないかと思います。ありがとうございます。今までの話だと、まあ大変だったって話を聞いたんですけども、はい、で、それにもかかわらず、その後、まあ日本に住むっていう選択をされているように聞こえる。で何が、まあ、そうしたのか、自分からは、まず初めての会社はちょっと自分に合わなかった経験があったんですけど、もう一回挑戦したかったんです。悪いところだけ経験して韓国に帰っちゃうと、僕はまた日本に対する悪感情だけ持って、もうあるいは反日になってしまうのも自分からはそれは決してそうなりたくなかったんです。自分が見てきたいいところももちろんあったと思うので、会社が悪かったとしても日本が悪いということではないと思ったんです。なので、ある中でもっといいところを探して、もしくは自分に合うところを探して働きたいと思って、また仕事を探して、現在はもちろん大変なところは大変なんですけど、もう満足しながら仕事ができるようにはなりました。大事な話ですよね。僕もいつも自分に合う環境に行くのが大事かなと思っていて、それこそ日本と韓国でも日本が合う人もいるだろうし、韓国が合う人もいるだろうなと思ってるんですけども、自分にマッチするところに行けたっていう話ですね。そうです。そこで僕は思うのが、的に自分が経験した1箇所2箇所が合わなかったとして、その国が悪かったという判断をしたくなかったことです。もう悪い面があるといい面があることですね。短編的に日本を判断したくなかったんです。日本に。もう一回仕事を探してみたい。それで仕事もいいところになれば、日本で結婚もして、結婚まではたどり着いたんですけど、家庭も組んで、家も買ったり、今車を持ってるんですけど。でそういうふうに、今いい面を見ているので、その時諦めたら今の自分はいなかったと思う。いろんな苦労があったんだろうなとか、今はスッキリされてるんだろうなと思いながら話を聞きました。ありがとうございます。チャンミンさんの話を聞かせていただきました。もちろん日本も世界どの国も完璧な、100% 完璧な国はないと思っていて、それこそ日本でも良い部分があったら、人によっては合わない部分もあるかなと思っていて、それこそ九州の中でも鹿児島と福岡でも違うんですけど、鹿児島の中でこの地域とこの地域違うだろうし、この地域でのこの会社違うだろうし、みたいなところで、チャンミンさんの場合はその中で、自分と合わないグレーな会社入って、苦労されて、でも一回場所を変えて自分の良い環境に、チャレンジしたら、良いことが見えてきたっていうところで、自分にとってとても勉強になったというか、自分ももし今大変であっても、環境を変えたら挑戦してみれば、いいことがあるかもしれないなと思いながら、この話を聞きました。皆様もこの話聞いてどう思ったのか、ぜひコメント欄で教えてください。そしたらチャンミンさん、お話をありがとうございました。ありがとうございます。